こんにちは。今日は、もみじの種をまいたけど、失敗した、というお話です。そうしますと、これで、いきなり、お話が終了ということになりますが、せっかくなので、なぜ、ダメだったか、言い訳のようなお話をしたいと思います。もみじの種を今年の2月1日に、480個まいて、発芽したのは20本くらいでした。おそらく、4月中旬くらいの時点で発芽しないと、もう発芽しないと思います。もしかしたらさらに1年後に発芽する可能性もあるかもしれませんが、何をまいたか忘れてしまうと思うので、今年はもうおしまいにします。まいた480個の種のうち、自宅のもみじから採取した種は340個で、自宅以外のところから採取した種が140個でした。そのうち発芽したのは、自宅以外のところから採取したいろはもみじの種の20本だけで、自宅で採取した種は1本も発芽しませんでした。種の内訳としては、大もみじ70個、いろはもみじ140個、山もみじ100個、ひなうち若枝30個、小葉うち若枝40個、大分や名月60個、葉うち若枝40個という内容です。秋に種を採取した後に、半分は冷蔵庫の中に保管して、半分は屋外の物置の中に保管しました。それでも、どちらとも発芽した種があったということは、保管方法については問題ないと思われます。ということは、花が咲いたタイミングで、うまく受粉ができていなかったということが考えられるかもしれません。私の自宅には、もみじの鉢植えは多めですが、自宅の周りには自然環境が少ない場所なので、受粉に必要な虫が少なかったという理由か、本来、受粉しないといけない時期に雨が続いたとか、そのような理由なのかもしれません。過去にも、自宅で採取した種から発芽したケースもあったので、鉢植えのもみじの種だからダメだったというわけでもなさそうです。ただ、去年も鉢植えのもみじの種から発芽したものは、とても少なかったです。というわけで、今の時点での私の結論としては、周りの自然環境が少ないところで採取したもみじの種は発芽率は低いということです。今までの未生経験を振り返ると、発芽率が高いときは、公園など、周りに自然の草木が多い場所で採取した種でした。それとも、月の満ち欠けの作用によって、種をまくタイミングが満月ではなかったことに原因があるのでしょうか。まだまだ、経験と知識、探求が必要だと思い知った次第です。ご視聴いただき、ありがとうございました。